こんにちは、ギタリストの鈴木健二です。今日は LINE6 のフィリックススタジアム Excel フロア、これの話をしていきます。最近のアップデートでキャプチャー機能が追加されました。自分のアンプとかペダルの音をキャプチャーできるようになったんですよ。今回はそれの話を中心にやっていきます。はい。で、このフィリックススタジアムはフィリックスシリーズの新しいモデルなんですけど、見た目で言うと、まずこの大きい8インチのタッチスクリーンが載っていて、操作性がだいぶ分かりやすくなった印象ですね。先日自分のライブ配信で実はちょっと薄暗い環境で足元に置いて使ったんですけども、視認性もしっかりしていて、フットスイッチも踏みやすくて、これはいろんな現場で安心して使えるなと思いました。それから今回からアゴーラっていう新しいモデリング方式が入っていて、アンプの音がよりリアルになった感じがしました。今日はキャプチャーの方をメインに見ていくので、モデリングの方は深追いしないですけども、これも結構大きいトピックですね。これ以前のモデルも僕使ってましたけども、アンプモデリングの質がものすごいアップした印象です。今回の本題のキャプチャー機能なんですけど、LINE6 ではプロキシっていう名前がついていて、これがクラウドベースで処理される仕組みなんですよ。本体だけで完結するんじゃなくて、ネットワーク経由でサーバー側で学習させて、それを本体に戻してくるっていう作り方になっています。なので、ユーザー側はPC とか繋がなくても、本体が Wi-Fi にさえ繋がっていれば、このフィリックススタジアムだけで完結できるんですよ。キャプチャーで作れるのは3種類あって、アンプヘッドとキャビをマイクで取ったアンプキャブ、アンプ単体、これはロードボックスが必要です。それと、オーバードライブとか、ファズとかディストーションみたいな、歪み系のペダル単体、この3種類。アンプ単体とか、ペダル単体なら、マイクとかね、外部機器を用意しなくても、シンプルな機材セットで試せるので、キャプチャーのハードルは低めかなと思います。今日はこのうちアンププラスキャビ、つまりアンプとキャビをマイクで取った状態でキャプチャーしてみます。はい、じゃあ実際にやってみます。今回キャプチャーするのは、僕がいつもレコーディングとか、キャプチャーで使っているボグナーのエクスタシーヘッド。それからオレンジの 2×12 インチのキャビネットが、隣のブースに入ってます。マイクは手話の SM57 とベイエアダイナミックの M160 の2本立てています。マイクプリがチャンドラーの TG2 で EQ はニーブの551。それからコンプっていうかバイオン負荷でウエストオーディオの NG76 を通しています。要するに自分がいつも録音したりする時の環境そのまままるっとフィリックスタジアムにつないでキャプチャーするという感じですね。で、アンプヘッドの音はギターのボリュームを全開でクランチ、絞るとクリーンに戻るくらいの程よいクランチにしています。いろいろね、今回レベルを試してみたんですけども、僕のセッティングだとマイクプリのアウト、最終的にはコンプのアウトなんですけども、をちょっと下げ目にして、このスタジアムのマイクイン側をちょっと上げ目にするのが一番素直に、この18からマイナス9のところに収まる感じでした。なので、この画面のメーターを見ながら、レベルをね、調整していきます。この緑の枠にうまく入るといいですね。これレベル結構大事なんでね、なるべくちゃんと合わせた方がいいと思います。次、NEXT。で、ここで名前を付けます。例えば、KS とかにしましょうか。KS、KS、
ライブじゃあ2026とかにしましょうかね。2026にしましょう。で、ここにアンプのブランドとかチャンネルとかね、いろいろ、メタデータ的のを入れるんですけども、ちょっとここは省きます。このクローンを押すと、このヒリックスタジアムから自動でテスト信号がアンプに送られて、アンプから結構大きな音が出ます。スイープ波みたいな音とか、ギターの音とかね、いっぱい出てきます。これ結構ちゃんとした音量で出ますので、注意してください。じゃあ、クローン。はい、できました。ヒリックススタジアムの機能で、今、アンプの本体の音と、それからキャプチャーしたクローンの音、フットスイッチで切り替えて聴けるようになっているので、ここですぐ比較ができるんですよ。じゃあ、オリジナルが、ちょっとクローンの方がちょっと音量が大きいですね。だから、これはここで微調整ができるので、ポストゲインというのは例えば 2.3 デシ下げると。で、オリジナル。これ結構近いですね。さらに、このクローンの方にプリゲイン、ローカット、ロー、ミッド、ハイのイコライザー、それからハイカット、ポストゲイン。ポストゲインが今の音量ですね。調整できるので、ここで例えばハイを上げると、で、微調整もできると。で、もう一回オリジナル。似ましたね。ちなみに今回はアンププラスキャビでやってますけども、もしアンプヘッド単体とかプリアンプ単体でキャプチャーした場合は、このヒリックスタジアム側で自動的にキャビシミュレーター IR をかけた状態で音を聞くことができるんですよ。しかもオンオフできる。普通だったらアンプヘッド単体の信号って IR を別で用意しないとちょっと聞ける音にならないんですけど、もうバリバリっとしてね。これが自動で用意されてるんで、アンプヘッドとかプリアンプを取る人にとってはこれ結構便利だなと思いました。こんな感じで結構近いところまで持っていきました。じゃあこれをセーブしてクローンとして残します。じゃあセーブしましょう。セーブ。はい。はい。じゃあできたクローンをヒリックススタジアムのパッチに組み込んで使ってみます。ヒリックスのアンプブロックとか、ペダルブロックとかと同じくクローンは同じ扱いで使えるので、リバーブとかディレイみたいな空間系も普通に組み合わせられるんですよね。これやっぱヒリックスの強みですよね。せっかくなんで最初からエフェクトかけた状態でちょっと弾いてみます。
いきなり結構いい感じなんですけども、これさっきクローンしたアンプですね、にディレイとリバーブを足しただけです。あと、ギターのボリュームを絞ると、ちゃんとクリーンに戻ってくれるっていうか、元のアンプのボリュームの追従の特性がクローンにもしっかり乗ってる感じですね。同じように手前にブースターとかオーバードライブを足してあげると、本物のアンプと同じ感覚でもっとハイゲインに持っていけるんですよ。ちなみにこのクローン、一つのプリセットの中にクローンを複数組み合わせて使えるんですよ。例えば自分のお気に入りのブースターとかオーバードライブがあれば、それもクローンしておくとヒリックスの中に全部入れられるんですよね。そうなってくると、例えばライブとかで今まではセンドリターンにどうしても外せない、これだけはセンドリターンに入れてるっていうのもクローンで入れてしまえば、このヒリックススタジアム1台で完結できるんですよ。これは結構大きいですよね。こういったクローンとかキャプチャーのものを1台の機材に複数入れられるっていうのはあんまりないですよね。というわけでヒリックスタジアムのプロキシキャプチャー機能を見てきました。かなりねリアルにキャプチャーできると思いました。でこの機能個人的には単にアンプを再現したっていう話じゃなくて、アンプのつまみとかつないでるペダル、マイクの立て方、部屋の鳴りとかマイクプリや EQ コンポの設定まで自分なりの音作りの選択を全部含めた状態でクローンになってるんですよ。要するに自分のトータルな音作りそのものをデジタルで残せると。これはねある意味資産なんだろうなって僕個人は思ってます。ある機材の音を全く同じになったそれで嬉しいっていうだけじゃなくてね、もうちょっと深い意味もあるのかなって思ってます。もちろん元の機材あってこそですけどね。例えば自分のお気に入りの機材をデジタルアーカイブとして残すっていう意味でも、このヒリックスの中に取り込んで使うっていう意味でも結構面白い使い方になると思います。キャプチャーのするのも本体が Wi-Fi つながってればできるので、ハードルもそんな高くないので、興味があればね、ぜひそのキャプチャーからクローンっていうのをね、試してみるといいかなと思います。はい、ヒリックススタジアム、見ていただきました。いかがでしたでしょうか。いわゆるこのアンプモデラー、マルチエフェクターとしてはもう老舗ですし、安心のブランドではありますが、さらに今回キャプチャー機能が入って、このオールインワンとしての機能を何段階もアップしたんじゃないかなという印象です。あと今日音出しはできませんでしたけども、内蔵されているアンプモデラー、アンプモデリングですね、の質がむちゃむちゃ上がってます。むちゃむちゃリアルです。これは本当にぜひね、楽器店等で試してもらえたら実感できると思います。このヒリックススタジアム、日本での取り扱いはヤマハミュージックジャパンさんです。価格やバリエーションも含め概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方は今すぐチェックしてみてください。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではギター機材の使い方を中心に分かりやすく正しく伝えられるよう動画を作っています。参考になったらぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。また僕の運営するオンラインサロン、スズラボではオリジナルのキャプチャーデータや機材の深掘りなど、ここでは出しきれない内容もやっています。興味のある方は概要欄からぜひ覗いてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。